皆さん、こんにちはなのだ。今日の動画もずんだもんが元気にお届けするのだ。さて、今日は広大な大地、ロシアに注目するのだ。実はね、この、ロシアっていう国名、すっごく意外なルーツがあるのを知ってたのだ。もともとはね、その地を支配していたバイキングの一派、ルーシ族の名前が由来らしいのだよ。雪国のイメージが強いのに、名前のルーツは北欧の海の男たちだったなんてびっくりなのだ。今日はそんなロシアに関するニュースをたっぷり5つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのは5つ目のニュースなのだ。ウクライナでドローンが普通写真ジャーナリストを殺害、マクロン梅雨を非難というとても胸が締め付けられる記事なのだ。戦争の悲しい現実を伝えるために危険な場所で奮闘したジャーナリストの方のお話なのだ。これは見逃せないのだ。この動画が面白いと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いするのだ。それでは、一緒にロシアの今を見ていくのだ。最後まで見てほしいのだ。こんにちは。今日は広大な国土を持つ魅力あふれる国、ロシアを紹介するのだ。ロシアは、ユーラシア大陸の北部に位置する世界最大の面積を誇る国なのだ。ヨーロッパからアジアにまたがるその広さは本当にスケールが大きいのだよ。首都は美しいモスクワで、クレムリンや赤の広場は世界遺産にも登録されている歴史的な場所なのだ。簡単な歴史としては、かつてはソビエト連邦の中心であり、冷戦時代には世界に大きな影響を与えたのだ。現在は大統領制の共和国で広大な国土を治めているのだよ。人口はおよそ1億4000万人くらいで、多様な民族が暮らしているのだ。主要産業は豊富な天然資源を生かした石油や天然ガスなどのエネルギー産業が特に有名なのだ。また、金属や木材などの資源も豊富で、宇宙開発や軍事技術も高い水準を誇っているのだよ。文化面では、チャイコフスキーやドストエフスキーといった偉大な芸術家を輩出し、バレエやクラシック音楽、そして愛らしいマトリョーシカ人形は世界中で愛されているのだ。現在注目されているトピックとしては、近年の国際情勢の変化が挙げられるのだ。それによって様々な面で世界との関係が変化しているけれど、一方でロシア独自の文化や科学技術は、これからも多くの人々に影響を与え続けるのだよ。広大な大地と豊かな文化を持つロシア、その魅力は尽きないのだ。一つ目のニュースなのだ。ウクライナドローン、ロシア主要石油精製所、化学工場を攻撃という記事なのだ。2025年10月3日のニュースなのだ。ウクライナのドローンがロシアの重要な石油精製施設と化学工場を攻撃したのだ。この攻撃はオレンブルク地域のオルスクネフテオルグシンテズという石油精製施設とテルミ地域のアゾットという化学工場を狙ったものなのだ。両地域の当局者が金曜日に発表したのだよ。独立系メディアのアストラによると、オルスクの石油精製施設ではドローンがぶつかって黒い煙がもくもくと上がった映像がソーシャルメディアに出たのだ。でも、オレンブルク州知事さんは、死傷者は出なかったし、施設の操業も止まらなかったと言っているのだ。テルミ地域のアゾット化学工場の方は、ドローン攻撃で一時的に操業を停止したけど、その後すぐに再開したのだ。住民は大きな爆発音を2回聞いたって言ってたのだ。これらの施設は、ウクライナ国境から約 1500km も離れているのだ。オルスクネフテオルグシンテズは年間660万トンもの原油を処理できるロシアでもトップクラスの精製施設なのだ。ガソリンやディーゼル、ジェット燃料などおよそ30種類の石油製品を作っているのだよ。アゾット工場は特定の化学製品のロシアで唯一の生産者で、肥料や爆発物の材料になる硝酸アンモニウムなども作っているのだ。ウクライナは最近、ロシアの石油精製施設や化学工場へのドローン攻撃をどんどん増やしているのだ。そのせいで、ロシアの一次石油生成能力は9月末までに 38% も減っちゃったのだ。
特にガソリンとディーゼルの生産能力が低下して、9月にはガソリンの生産が100万トンも減ってしまったのだ。これは国内消費量の約 20% が足りないってことなのだ。サハリンからニジニノブゴロドまで20以上の地域で燃料が足りなくなっていて、極東とクリミアが特に大変なのだ。だからロシア政府はガソリンの輸出を禁止して市場を安定させるために輸入も考えるようになったのだ。これはロシアにとって大打撃なのだよ。2つ目のニュースなのだ。プーチン、平和の責任は EU にあると主張。欧州の軍事化に対抗を誓うという記事なのだ。プーチン大統領がバル大統領クラブでウクライナでの争いを終わらせる責任は主にヨーロッパの国々にあるって言ったのだ。ヨーロッパの軍事化に対してはとっても重大な対応をするって強く言ったのだ。争いが止まらないのはヨーロッパがさらに激化させているからだって非難したけど、最後には良い心がきっと勝つって信じてるみたいだったのだ。アメリカのトランプ大統領がウクライナは EU の助けがあれば元の姿に戻れるって言ったことにも触れられてたけど、一部の人はそれは争いを解決する責任を避けてるって見てるみたいだよ。プーチン大統領は西側の偽善や支配したいっていう気持ちが平和を邪魔してるって指摘したのだ。それから NATO が東に広がるのがロシアがウクライナで戦ってる一番の理由だって前から言ってることをまた繰り返したのだ。ヨーロッパの国々がロシアを昔からいる悪いやつみたいに作り上げようとしてるって批判してたのだ。なんでヨーロッパの人たちがロシアに対抗するために自分の利益を忘れてまで頑張ってるんだろうって疑問に思ってるみたいだったのだ。ヨーロッパの軍事化についてはそういう危ないことにははっきり言ってすごく効果的な対応をするって警告したのだ。ロシアは平和や安全、国の大事なところが危ない時にはすぐに動いてきたから私たちを怒らせない方がいいって言ったのだ。プーチン大統領の発言があった頃、トランプ政権はウクライナでの争いを終わらせるために新しい方法を試してるみたいだったのだ。実はアメリカはウクライナにロシアのエネルギー施設を攻撃するための情報をあげるって許可したらしいのだ。これはトランプ大統領がウクライナは自分の土地を取り戻せるって思い始めた直前の出来事だったってことなのだ。3つ目のニュースなのだ。プーチンの精神的顧問、いかにチャーリー・カークを使いまい保守派を取り込むか。基本府主教がカークをキリスト教徒の模範と称賛するのは神学ではなく地政学だという記事なのだ。プーチン大統領の精神的アドバイザーとも言われるメトロポリタン、ティフォン・シェフクノフがアメリカの保守活動家チャーリー・カークを称賛する記事を公開したのだ。これはロシアが米国保守派に接近しようとする政治的な動きなのだ。ティフォンはロシア正教を国家の精神的基盤と位置づける高位聖職者なのだ。その彼がこれまでロシア正教が神学的に浅いと批判してきたはずの米国プロテスタントの福音派活動家を突如として賛美したのだ。この記事はロシア直接投資基金の CEO キリル・ドミトリエフが積極的に宣伝しており、個人的な信仰の表明ではなくクレムリンの戦略の一環だと考えられているのだ。ロシアの狙いは孤立した状況で英国の保守派と共通の価値観を見出し、国際舞台でロシアの政治的立場を正当化することなのだ。長年ロシア正教は自国を神なきリベラルな西側に対する真のキリスト教の最後の砦と位置づけてきたのだ。しかし今やカークのような活動家を盟友と呼び、若いロシア正教徒の模範として示そうとしているのだ。記事では福音の真理やキリスト教的愛といった宗教的言葉が使われるものの、イエス・キリストの名前はティフォンのコメントから消えているのだ。キリスト教が政治的アジェンダを邪魔しないように文化、政治的価値観のセットとして提示され、
信仰が単なるイデオロギーに置き換えられているように見えるのだ。若く、メディアに強く、断固たる保守派のカークは、ロシアの若手活動家の模範像として都合が良いのだ。これは、保守派インターナショナルという国や神学の違いを超えて、伝統的価値観のもとに団結する超国家的な市民宗教を構築する動きなのだ。ロシア国内でもアメリカを良い保守派と悪いリベラル派に分けることで反西側レトリックを維持しつつ特定の米国文化を受け入れることが可能になるのだ。このような矛盾は明らかで、ロシア正教がウクライナ侵攻を西側の大敗に抵抗する戦いとしながら、その西側の個人主義的キリスト教を称賛しているのだ。政治的な便宜が神学的な一貫性よりも優先されているのだ。信仰が政治に利用され、キリストの名前が消え、無名の活動家が政治的利益のために高められるとき、それは信仰がイデオロギーに堕落している証拠なのだ。この動きは、基本が次期総主教候補であることも踏まえると、ロシア正教の将来のリーダーシップをめぐる戦いの一部である可能性もあるのだ。アメリカの保守派も、ロシアの接近が、真の友愛なのか、戦術的なご都合主義なのか、よく考えるべきなのだ。4つ目のニュースなのだ。ウクライナ前線付近で攻撃が激化。ロシアの鉄道攻撃で1人死亡、数十人負傷という記事なのだ。ロシア軍はウクライナの鉄道網への攻撃を激化させているのだ。10月4日には、ウクライナ北東部のスームイ州で旅客列車2本にドローン攻撃があり、1人が死亡、数十人が負傷したのだ。ウクライナ鉄道のトップは、ロシアが冬を前に前線の地域を孤立させるために空爆を強化していると指摘しているのだ。軍事的な目的は全くなく、人々をパニックに陥れるのが唯一の狙いだと説明しているのだ。さらに、ロシアのドローン攻撃は以前よりも精密になっており、ウクライナの防衛がより困難になっているのだ。今年8月以降、鉄道インフラへの大規模な攻撃は40回を超え、ほぼ確実で行われている状況なのだ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、この攻撃を野蛮だと強く非難し、ロシアが民間人を狙っているのは明らかだと訴えたのだ。破壊され炎上する列車車両の映像も公開されたのだ。ロシアは2022年2月の侵攻開始以来、一貫してウクライナの鉄道を標的にしてきたのだ。2022年4月には、避難民が待つクラマトルスク駅がミサイル攻撃され、60人以上が命を落とした悲劇もあったのだ。特に懸念されるのは、イラン製ドローン、シャヘドが個別の機関車やエネルギー施設を非常に効果的に狙えるほど精密になっていることなのだ。鉄道だけでなく、ロシアはウクライナのエネルギーインフラへの攻撃も強化しており、今週は過去最大のガスインフラ攻撃が行われたのだ。また、土曜日にはチェルニヒウ州で約5万世帯が停電に見舞われたのだ。これに対し、ウクライナ軍もロシア北西部の主要な石油精製所を攻撃したと発表しているのだ。ウクライナは、自国への日常的な攻撃への公正な報復として、ロシアのエネルギー施設への長距離ドローン攻撃を増やすと誓っているのだ。冬を前に、鉄道やエネルギーインフラをめぐる攻防はさらに激しさを増しているのだ。5つ目のニュースなのだ。ウクライナでドローンが普通写真ジャーナリストを殺害、マクロン梅雨を非難という記事なのだ。2025年10月4日、ウクライナ東部でフランス人フォトジャーナリスト、アントニー・ラリカンスさん、37歳がドローン攻撃により命を落とし、ウクライナ人記者のゲオルギー・イバンチェンコさんも負傷したのだ。フランスのエマニュエル・マクロン大統領やウクライナ軍は、この攻撃はロシアによるものだと非難しているのだ。ラリカンスさんは、ドンバス地方の前線から約20キロのドルジキフカ付近で、ウクライナ第4機考旅団に同行中に攻撃を受けたのだ。彼は、PRESS の識別マークがある防弾チョッキを着用していたにもかかわらず、標的になったのだ。これは、
ウクライナ戦争においてドローンによってジャーナリストが死亡した初めてのケースなのだ。ロシアの全面侵攻が始まった2022年2月以降、すでに17人ものジャーナリストが命を落としているとされ、ユネスコでは22人としているのだ。国境なき記者団 RSF は迅速な調査を求めていて、代表はラリカンスさんは戦争の現実を伝える仕事中に亡くなったと語っているのだ。ウクライナ外務大臣も、ロシアはジャーナリストを意図的に狙っていると非難し、これはひどい犯罪であり、国際人道法違反だと主張しているのだ。ヨーロッパ国際ジャーナリスト連盟もこれを戦争犯罪だと断じているのだ。ラリカンスさんはパリを拠点にフランスのル・モンドやドイツのデア、シュピーゲルなど多くの国際メディアで活躍した受賞歴もある素晴らしいフォトジャーナリストだったのだ。キエフ包囲戦を記録するなど、戦争の現実と市民への影響を伝え続けてきたのだ。もともとは薬剤師を目指していたそうだけど、30歳の時に訪れたカシミールでの経験をきっかけに報道写真の道に進んだのだ。報道写真に情熱が湧いたと語っていたのだ。彼は、報道写真はとても危険な仕事で、常に警戒が必要と話していたけれど、その言葉通りの結果になってしまったのだ。昨年はコミットメント写真でビクトル・ユゴー賞も受賞した勇敢なジャーナリストだったのだ。彼の死はロシアと欧州同盟国との間で高まる緊張の中で起きたとても悲しい出来事なのだ。広大なロシアのニュースはウクライナからの攻撃やロシアによるインフラ攻撃で民間人が巻き込まれるなど紛争の激化が続くのだ。プーチン大統領は EU に平和の責任があると言い、国際関係は複雑になるばかりなのだ。情報戦も繰り広げられ、世界情勢はますます緊迫しているのだよ。これからもその動きを注視していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。